んにちは、ノリスピロリンです。スザーヌです。今日はね、少し古いんですが、2013年の韓国映画で、もう歴代上位1200万人以上のね、観客動員数を記録した映画の七番坊の奇跡を紹介したいと思います。イエーイ！もうこの映画ね、観客動員数だけではなく、もうたくさんの賞を受賞した2013年を代表するもう韓国映画と言っても過言じゃない作品だと思います。スザンヌは見たよね。前に見ます。かなり前に見ました。ね、はい、これネットフリックスで見れるもんね。見れます。うん。で、私もネットフリックスでね、見れるんでね、お正月休みに見ました。この映画ね、1972年に韓国で本当にあった出来事をベースにしたフィクションなんです。この映画、あらすじを簡単に読んだだけだと、もうね、父親と子供の感動の物語的な感じ。まあ、もう私ね、実はね、子供とね、動物使ってね、泣かせるんで、ちょっとせこいんちゃんって思う方なんですよ。まあ、そう思ってたんですけど、で、実はそういうのね、あんまり好きじゃないんですよ。なんか泣いてください的な感じになるんで。でもね、このドラマはね、子供の演技はね、もちろんなんですけどね、もう本当に素晴らしかったです。てか、もう韓国の子供の子役の演技のレベル高すぎですよね。すごいよね。どうぞ韓国の子供さんレベル高いと思う。この女の子もね、すごいうまかったし、あとなんか私見るドラマで、よく出てるキム・ヒショのパク・ソジュンさんの子役やった男の子いるんですけど、その子もすごくうまくって、最近チソンさんの悪魔ハンジでもチソンさんの子供の頃の役をやっていて、あの子もすごくうまいです。そうですね。あの子すごい出てるね。すごいよね、子役のレベル。子役で泣かせるっていうのがすごいよね。で、もうこのドラマなんですけど、もちろんね、子役でね、持っていかれるっていうのはね、間違いないんですけどね、もうキャストがね、もう名優揃いでね、演技が、キャストの演技も素晴らしい。そしてなんか笑えるし、なんかそれだけに泣けるっていうところがね、この幅の広さというか、この落差っていうかな、面白いんだけど泣かせるところは泣かせるみたいな感じの落差が余計に感動を呼ぶのかなと私は思ったんですけど、スザンヌどうやった？なんで見たかっていうと、なんかもうだいぶ前に見たんでその時の自分の心情を忘れたんですけど、なんか泣きたかったかな。そうなんや。泣かせるドラマを探して、泣きたいドラマを探してて、でこれが出てきたんですね。で見たんですけど、私は泣けなくて、らしいです。最後はね、ちょっとなんかこうなんか納得いかなかったですね。納得いかなかった泣けなかったんですよね、逆に。らしいです。なんかね、でもこれね、心情的にはね、なんかこうハッピーエンドではないんですよね。ところがね、だってこれ結局さ、冤罪の映画なんでね、そこは分かってるんで、もともとずっと冤罪の映画っていうのは分かってるんで、もうなんでね、それがやっぱりすっきりしないところだよね。でもなんか題名に奇跡って言ってるから、最後はハッピーかなって思ったんですけど、どんな奇跡が起こるのかなって感じですよね。でもちょっと私的には納得いかなかったんですよね。的には奇跡が気になったかもしれないです。で、私はね、なんか初め見た時にね、このなんかあらすじ読んだだけではね、なんとなく暗めのね、雰囲気と思いきやね、なんかどっちかというとね、このね、映画のポスターからわかるみたいにね、もう父と子、そして七番坊の愉快な仲間たちの物語っていうような感じのね、映画なんです。で、先ほどもね、言いましたけどね、キャストは名優揃いでね、その上カンドラで見たことのある面々が揃ってるんですよ。で、
簡単にストーリー紹介すると、知的障害者のイ・ヨングがね、小学校入学を控えた娘のイエスンと2人で暮らしてるんですよ。で、父親のね、イ・ヨングがね、知的年齢が6歳っていうね、ちょっと難しい役なんですけどね、その役をね、演じきったこのリュ・スンリョンさんの演技もね、本当に素晴らしかったんですけどね、このヨングの娘の子役を演じるもうカル・ソウォンちゃんがね、もうね、この子役のソウォンちゃんがね、可愛すぎて、その上上手すぎるんでね、もう子供ものずるいって言いながらね、ちょっと私号泣してしまいました。で、つつましくもね、幸せに暮らしていたこの2人なんですが、小学校に入学するためにイエスンが欲しがってたセーラームーンのランドセルを買ってあげたいこの父のヨングなんですけど、でも給料日まで待たないとお金がないんですよね。ここでセーラームーン出てくるところがね、日本の漫画すごい人気あったんですね、やっぱり韓国で。毎日そのランドセルをね、見に行くんですよ、2人で。で、その2人の目の前で最後の1つが売れてしまうんですけど、それを買ったのが警察官長官の娘なんですよね。で、その場で少しヨングとその警察官長官のお父さんとか揉めてしまうんですけども、それを見てた警察官長官の娘さんがなんかかわいそうに思って、その事件の当日、他に売っている店知ってるから教えてあげるって言って、おじさんおいでって言って、そのね、父のヨングを連れて行くんですよね。その途中で何らかの事故にあって、その少女が亡くなってしまうんですけど、このね、亡くなった女の子もね、すごくいい子なんですよね、スランド。そうなんですよ。で、そこがちょっとね、やりきれないよね、ある意味ね。なんかちょっと意地悪やってくれてるぐらいの方が良かったみたいな感じじゃない？でもその父のヨングは何もしてないにもかかわらず、相手が警察官長官の娘っていうこともあって、これよくあるパターンですよね。もう警察のもうね、暴力とか巧妙なもう誘導で無理やり犯人に仕立て上げられて、で幼女誘拐殺人の容疑で逮捕されてしまうんですよね。もうまさに冤罪なんですけど、この父のヨングが収容された刑務所の7番号には、詐欺、貫通、密輸、スリなどね、なんかこうくせ者揃いのね、おっちゃんがいっぱいいてるんですけどね、そのメンバーね、もうほんと見たことある面々ばっかりでしたね、スナム。そうですね。ヒーラーの編集長の、そう、でこの人とかね、あとは捜査された年のね、自称大学教授、余白の美っていうね、大学教授だったり、で他の坊にもね、ヒーラーのヨンシーのお父さんがねいたりね、で監修にはね、気候号のコルタがいたりね、とチチャンクさん絡みで言ってもこれだけいるんですよね。でそしてある日ヨングは別のグループにね襲われたこの傍聴を体を張って助けるんですけども、そのお礼としてイエスンを刑務所に連れてくるように手配してくれるんですよね。もうここら辺がファンタジーって感じなんですけど、こんなことね、普通は無理だからね。そうやって7番坊に来たイエスンが、その可愛らしい笑顔で囚人たちをどんどん変えていくっていう話なんですよ。そこら辺が奇跡なんですよね。この刑務所の課長の役をしているのが、後にイエスンの義父となるチョン・ジニョンさんなんですけど、もうこの人ね、遠いツアーのは見てないかな。遠いは見てないんです。遠いでもね、すごいいい役で出てたんですけどね、この課長さんはね、自分の子供を誘拐殺人で亡くしてるので、初めはヨングのことを憎んでるんですけど、少しずつ、そしてある出来事を境に殺人を犯せる人間ではないというのを思い始めるんですね。でそして次第に密かにイエスンを7番坊に連れていくようになるんです。でこの映画の中でね、子供の頃のねイエスンの回想シーンと、大人になってから弁護士として父の裁判を弁護するイエスン、これパク・シネさんが演じるんですけど、これが交錯して現れるっていうね、映画になってるんですけど、もうこんな感じのストーリーなんですけど、この作品にはね、2つの奇跡が登場するんです。で、1つ目は幼いイエスンと父のヨン
が巻き起こす奇跡と、あと2つ目は、パク・シネが演じる成長したイエスが引き起こす奇跡なんですけども、もうこの2つの奇跡の物語は、まさに現代のファンタジーと呼ぶのにふさわしい作品になっていると思います。でもスダンちょっと物にやるよね。そうですね。なんか最後までちょっと納得がいかなかったかな。多分ねこれね私もね見ていてね、最後はね納得できたかって言うたらね、納得できるはずはないなっていう感じなんですよ。でも私的にはでもお父さんと娘が離れる時がねすごいね泣けたっていうね。でも最終どうなるのか、ぜひ皆さん最後まで見て確認していただきたいと思います。でそれでどうだったか、感想どうだったか、スダンズと同じ少しモヤモヤが残ってしまった人、私もモヤモヤはあるんでね、そこら辺どうだったかっていうね、皆さんの感想も聞かせてほしいと思います。映画なんでね10時間ぐらいで見れるんで、ぜひ皆さんも見てみてください。これ日本語音声もついてるんでね、すごい見やすいんでね、見てもらえたらどうしようかと思います。それでは今日のコメント紹介します。クリスマスプレゼント踊るちちゃうんくボリューム2にいただいたコメントです。てるさんです。ピロリンさん、スナンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。踊るちゃんくんは見ていて可愛い、ちょっと恥ずかしいという感じ。コンビニのセッピョルのトラボルタダンスは好きで時々見ていたのですが、 YouTube の映像でたまたま本人のを見て、ああこれかと嬉しくなってしまいました。こう言ってはなんですが、本人よりちゃんくんの方が断然かっこいいです。そうですね。そうですね。てるさんの言う通りだと思います。行為って感じ。ちゃんくんはいろいろと状況を分かっていながら、その場にいる自分や他人の気持ちを和ませるためにわざとおちゃらけて踊っているんだと思いますし、そういう気遣いのところが素敵な人だなと思っています。そうですよね。あれチャンクって盛り上げるためにね、可愛いちょっとなんかね、ぎこちないダンスしてるんですよね。そんなところも好きです。これからも、楽しい企画頑張ってくださいね。ありがとうございます。皆さんのコメントもお待ちしてます。この後特典映像もつけておりますので、ぜひ特典映像お楽しみに。こちらの動画は火曜日金曜日夜9時に更新しております。このように字幕もつけておりますので、字幕ボタンでご利用ください。この動画が少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ノリスピロリンでした。スダヌでした。アニョー。Yes. Yes. 저기 부인이 아리스가주에서 뭐 꺼졌는데? 죄송합니다. 너는 모든 걸 다 가져다 줘. 그거 다시 한번 배웁시다.